そして雷鳴が轟き、閃光がきらめき、人間の発するどよめきの声となった。部屋はゆらゆらと動き、二人の者は顔を覆いながら、神の助けを求める叫び声を上げた。パウロはブルブル震えながら口を開いた。もしも大祭司がなおも迫害を続けるならば、たちまち大祭司は死んでしまうと言った。ハナンはペテロのことを思い出していた。ペテロがどのようにアナニアを死に至らせたか、このずるい祭司は恐れていた。彼はキリストがエジプトで得得した秘密を弟子たちに教え込んだものとばかり信じていた。彼はその力にはかなわないと考えていたので、ついに屈服し総督のところへ行くように命じた。大祭司もついにパウロの要求を受け入れ、クリスチャンに対する迫害を中止し、すべての囚人を解放すると伝えた。総督は早速命令を下し、クリスチャンはすべて牢獄から出て、自分の家に帰るように指示した。長老の一部は、キリストや信奉者をひどく憎んでいた。司法関係の長老や、神殿に深く関わる長老たちがそうであった。この人々はクリスチャン解放の法を聞いて驚いた。裁判官たちは大祭司に詳細を聞き出そうとしたが、大祭司はしなびた野菜のように制裁を失い、宣告味わった恐怖に怯えて口もろくに聞けない状態であった。それでもようやく口を開き、今までのいきさつについて要点だけを語った。長老たちは興奮して大祭司ハナンを責めたが、ハナンは彼らと議論を交える気力がなく、唖然と座っているのみであった。じっと口をつぐんだまま、あの恐怖に身を震わせ、ついに下僕の腕の中に倒れてしまった。ちょうどその時、ダマスコの王アレタスの支配下に置かれていたダマスコの総督から情報が入り、パウロはダマスコから逃げ出したこと、および彼は極めて悪質なスキャンダルの主人公であったという報告であった。ダマスコの総督と親戚関係にあったエレアザルがパウロを捕まえようとしたが、彼はすでに身を隠してしまったとも伝えられた。そこで再び長老たちは相談し、翌日総督のところへ行って、クリスチャンへの迫害を再開してもらうよう懇願することになった。翌日になって長老たちが集まっていると、そこに聖剣ガマリエルが姿を現した。彼は非常に悩んでいることがあった。ローマからある情報が密かに彼のもとに届けられていた。それによるとローマ皇帝はユダヤ地方をローマ帝国の領土にし、エルサレムの神殿にカイザルの像を打ち立て、反ローマ分子のユダヤ人に対し、真の支配者は誰であるかを示したいとのことであった。カイザル、ローマ皇帝の称号は、ユダヤから税金が非常に少ないことに腹を立てていた。それで頑固なユダヤ人から、皇帝の当然の権利として、相当額の税金を取り立てるべきであると考えていた。ガマリエルはいつユダヤ人に重い首引きがかけられるのかを日頃から恐れていた。これほど恐ろしい脅しはなかったのである。長老たちはガマリエルに並々ならぬ尊敬を払っていた。ことに彼の先を見る目の鋭さには舌を巻いていた。それで彼らはガマリエルの言うことに耳を傾けた。ユダヤ人がユダヤ人を迫害してもよいのか。兄弟同士が争ってもよいのか。これこそ我が国民を分裂させる邪悪な行為である。我々はこんなにもひ弱で不健康なのか。それこそローマの格好な餌食となるであろう。ローマは今互いに助け合い、一つの目的に向かって突き進んでいるのだ。長老およびユダヤの人々よ。直ちにクリスチャンへの迫害をやめようではないか。そうすれば我々はもっと強くなり、今来たらんとしている大嵐に立ち向かうことができるのである。誰一人声を出す者はいなかった。誰もこの政権と戦う者はいなかった。パウロは十二使徒から祝福を受けたかった。使徒たちのところへ行って死なるキリストについて勉強したいと申し出たのであったが、誰一人としてパウロと口を聞こうとしなかった。未だにパウロが信じられず、また何かを企んでいるのではないかと思っていたからである。やむを得ずパウロは朝早く街道に出かけて行き、キリストの福音を伝え始めた。彼はダマスコ途上で見た幻のことや、
悪霊から救われた体験を語った。そこにはクリスチャンは一人もいなかった。なぜなら迫害の初期から街道には槍や棒を持った監視がいて、キリストのことを話す者は全て殺されてしまったからである。パウロは大胆にキリストのことを語り、自分のような大罪人でも許しを与えてくれた慈悲について証言した。街道に集まっていたユダヤ人は彼を捕まえて引きずり出そうと思ったが、すでに総督からキリストの共柄には手出しをしないように、そして同胞のユダヤ人として自由も認め、法律によって守られていることが宣布されていたので、ただ傍観しているのみであった。パウロは演説を終えて街道から出ていくと、ギリシャ系のユダヤ人たちは彼の後をつけていった。人気のないところまで来ると、彼らはパウロに襲いかかり、棍棒を振り回しながら、もしお前が自分は間違っていた、キリストは神の子などではないと宣言しなければ、なぶり殺してやると脅した。パウロは主イエスを拒むようなことはしなかった。それで彼は40回も棒で体を叩かれたのである。彼は気絶して路上に倒れ、死人のように動かなくなったので、彼らは非常に恐れた。ちょうどそこへ、同じ街道から出てきてパウロの後をつけてきたバルナバという男は、この光景を見て、パウロの苦悩と主イエスへの信仰に群衆が去ってから彼を解放した。遠くの井戸から水を汲んできて、彼の傷口を洗い、近くに住んでいたケパというクリスチャンの家へ連れて行き手当てをした。パウロの傷は次第に良くなり、手足に力が入るようになったところで、バルナバは十二使徒のいるところへ連れて行き、彼がいかにキリストのために殉教しようとしたかを彼らに話した。ついに十二使徒は彼を祝福した。パウロに襲いかかったギリシャ系ユダヤ人たちは、パウロが本当に死んだかどうかを確認するために、再び現場に戻ってみると、彼の姿はどこにも見当たらず、パウロはまだ生きていると察知した。それで彼らはパウロを生きたままで、エルサレムからは絶対に出さないと誓い合っていた。ある晩に一人の小敷が、数人の者と一緒に物乞いをしながら、エルサレムから出て行った。体を鎌のようにねじ曲げていたので、誰もその小敷がパウロであるとは気がつかなかった。彼はカイザリアに行き、そこからタルソへ向かった。役者中十二使徒について、パウロが当時エルサレムで実際に会うことのできた使徒は、ヤコブとペテロの二人だけであった。その他の使徒は、それぞれの役割を果たすために、エルサレムを離れていた。彼らがエルサレムにいない時には、12人制という代理の者が、使徒の役割を代行し、そのメンバーは144人いたと言われている。144という数字は、ちょうど12の12倍である。これは役者自身の推測であるが、おそらく12人の者が1ヶ月ごとに交代していたものと思われる。原書では12 to sit と記述されているので、当時の教会制度では常に12人の合議制をとっていたものと考えられる。